こんにちは。マイクロルビーの話をします。ですね、最初にちょっと自慢なんですけど、今回プロポーザル3つ書いて、マイクロルビーの話ね、今からするやつとピコルビーワズムの話とキーボードの話3つ書いたら、どれ喋ってもいいよって言われたんで、マイクロルビーの話をします。つまり実質3つプロポーザルを通したっていうことですね。ありがとうございます。で、今日の中身なんですけど、3部構成になってまして、議論、実装、労働っていう3つの内容になってます。で、最初に謝辞、今回の開発は Ruby アソシエーションの開発助成プロジェクトに選んでいただいて、松本さんのメンタリングのもと開発を進めてきました。まだ続いていますが、ありがとうございます。で、実は 3年前の開発助成金でもこれのなんか本当に最初の最初みたいなのはちょっと実はやっていたのを思い出して忘れてたんですけどやってたんですよ。なのでその続きみたいな感じになっています。で、議論っていう感じなんですけど最初、最近 Ruby をマイコンで動かすっていうのが流行っているの知ってますか？知らない。流行ってるんですよ。結構の人やってるんだけど割とやってる人の多くはもともと組み込みの知識があってなんかそういうビルドのことが分かっていて、やってる人がほとんどだと思うんですよ世界中で。で、マイクロ Python とかなんかすごく簡単に誰でもマイコンプログラミングが始められるみたいなエコシステムがあって、でピコルビーってやつは一応それを追いかけて目指してやってるんですね。でもそういうのが今のところ MRuby にはないっていう状態だったと言えると思います。で、そういうのを作るの要するに大変なんですよ。組み込みのこと分かんなきゃいけない、マイコンのこと分かんなきゃいけないし、ただ一つですね大きな問題が実はここにありましてですね、MRuby の作者がマイコンをやらないっていう問題があって、なんか不器用だからハンダ付けできないとか言うんですよ。でそうじゃあ何でも MRuby 作ってるんだろうなって僕は思ってしまうんだけどいいです、つまりそこ空いてるってことなんで僕がやりますっていうことをずっとやってるわけですね。でこのページちょっと重要なんでここだけは見てください。ピコルビーとマイクロルビーの違いを頭に入れておけば今日の話が分かりやすいです。ピコルビーっていうのはピコルビーコンパイラと MRuby/C バーチャルマシンを組み合わせたもの。マイクロルビーはピコルビーコンパイラと MRuby のバーチャルマシン部分を組み合わせたものっていうことです。これを頭に入れて聞いていただくとちょっと僕もいろいろ MRuby って言ったりマイクロルビーって言ったりすると思ってごっちゃになるかもしれないですけど、要するにこの2種類の話をするっていうふうに思ってください。で MRuby と MRuby/C、MRuby-C って言いますけどの違いっていろいろあって細かいことは置いといてとにかく MRuby のメモリ消費量が MRuby-C よりも大きいっていうのが小さいマイコンに乗っけるっていう文脈からするとこれが最大の違いって思われています。3年前の発表でもこういうこれパソコン上での計測に過ぎないんですが PutS Hello World っていうのをやると MRuby だと 136KB マイクロ Ruby だと 88KB ピコ Ruby だと8分の1だから全然メモリ消費量違うじゃないですか。だからピコルビーでやってましたっていう話なんですね。なんですけどここからは今日の本題なんですけど本当に、MRuby のメモリ消費量って本当に大きいのって真剣に考えたらどうなのかっていうことなんですよ。で実は正直なところ言うと僕も定かではない、少なくともこれを作った時点では定かではなくてこんなことを言っていました。ごめんなさい。白状するならば PutS Hello World って別に僕たちが作りたいアプリケーションではなくて現実のアプリケーションは、IoT アプリケーションだったり、マイコン上で動く何かであるはずなので、そこまでいかなきゃ分かんないじゃないですか。でちょっとここで一つ、技術的なというかなことを言うと、Ruby、これ一般に CRuby でも当てはまると思うんですけど何がメモリを消費するのかって話ですね。上からいくと、C
関数が使うスタックとかヒープオブジェクトがあります。で次に Ruby レベルに上がってきて Ruby のオブジェクトとかそれに紐づくデータストリングの中身とかですね、文字列とかが使います。それから Ruby のコールスタックがあったりしますし、で今日の話のポイントは IREP ってやつとシンボルテーブルなんですけど、こういうものたちが、ラムを消費するわけですね。IREP って何かっていうと VM コード、コンパイラがバーチャルマシン用に変換したコードがメモリ上に展開されたオブジェクト構造体みたいなものだと今日はそういう文脈で話します。で一つの IREP が一つのコードブロックを表していて、コードブロックって何かというとこの辺の話をしてますね。今トップレベルのコードとかクラス A って書いたらもうそれで1個 IREP ができるし、モジュールって書いたらその中に1個できるみたいなネストした状態ですね。def もそうだし do エンドブロックみたいなのでも1個 IREP ができています。でそれは ISEC っていう命令列とリテラル文字列とかとでさらにその子どもの IREP たちが含まれた構造になります。でもう一個シンボルテーブルから来てるんですけどプレシムっていうのがあって、これがMRV 独特のっていうか MRV にしかない、Ruby 界隈では MRV にしかない機能っていうか言語機能なんですけど、言語機能なんていうんですかね、ビルド上の機能なんですけど、2021年の MRV3.0 で載ったやつです。で CRuby と MRVC にはなくて何かというとシンボルテーブルとかさっきの言った IREP をロム上じゃなくてラムじゃなくてロムにもう展開した状態でメモリ構造をそのラムに読み込んだ時と同じようなメモリ構造をロム上に書き出してしまって、バイナリの中にビルドするっていう仕組みですね。ビルド上の工夫です。で、もう一個ついでにオブジェクトスペースっていうものがあって、これは CRuby でも同じですけど、Ruby のオブジェクトを確保する領域を1回のアロケーションでガサッと確保して、その中に Ruby のオブジェクトを隙間なく埋めていきますよね。でそうすると例えば1024個のスペースを作ったらメタデータはそれ用に1つあればいいっていう感じなんですけど、 MRVC のアロケーションの方法だとオブジェクト1個ごとにアロケーションするんで一個一個にアロケーションのメタデータがつくし、なんかパディングが入るかもしれないしっていう構造になってます。だから MRVC はそんなにたくさんオブジェクトを作らない前提の設計なんでこれで良いっていう、設計判断があります。ただこういう違いがあるのでこういう仮説を立てました。MRV のプレシムとかヒープページングオブジェクトスペースですねっていうのがあれば、大きいアプリケーションを作った時にもしかしたら MRVC よりも効率いい可能性あるんじゃないのっていう話です。大きいアプリケーションっていうのはたくさんのジェムをロードするんで、つまり IREP がたくさん作られるしたくさんのオブジェクトを作るんで、R バリューがたくさん作られるからオブジェクトスペースがあると効率がいいかもしれない。でこれが MRV 界における、未解決問題の一つと言われているハスミキン予想なんですけど、この P がですねまっすぐ上がっていくのが横軸がアプリのスケールで縦軸がラム消費量で、仮にですよ、これ計測した絵じゃないですけど想像、こういうふうに線形にピコルビーだと上がっていくんだけど、マイクロルビーだと最初ガッと上がるんだけどその後緩やかじゃないかと、さっきの話からすると。でどっかに交差するポイントが出てくるんじゃないかっていう、これを専門用語で乾杯ポイントと言います。ハローワールドの時はこの辺なのでそりゃ全然違うけど、でもその後アプリケーション起動していったら近づいていくかもしれないじゃないですかというアイデアをもとに今回の開発をしているわけです。で、その目安になる数字が大体こんな感じだと思うんですけど、ラズパイピコだと 264KB のラムがあってピコ2だと 520KB ぐらいあるんで、大体 240KB で動くアプリがマイクロルビーで十分に動くんであれば、実用になるし、ことによってはピコルビーよりも置き換える可能性があるかもしれない。で
それを証明するためには実装しなきゃいけないわけです。第2部実装ね。でどうやってそこを証明するのかというと、要するに大きなアプリケーションを書きましょうって話で、 R2P2 っていうものがピコルビ用にすでに書いてるものがあるんで、それを実装すれば、それをマイクロルビーに実装すれば、あれつながってない。実装すればして動かしてみればメモリ消費がどんなもんか分かるはずじゃないですかっていうことなんですね。でやべえな、ちょっと変なことになったな。これが R2P2 っていうなんかシェルみたいなのが立ち上がってですね、 NMBLE とかっていうコマンドを立ち上げるとなんかウェブページにつなげって言われるんで、ウェブページにつなぐんですよ。ピコルビ GitHub.io/Wi-Fi ってところでスキャンデバイスってやると早い R2P2 とペアリングします。そうすると、Wi-Fi の SSID を入るんで、ここに Ruby 会議2025なんだっけ、小バス松山だっけで、ここは日本なので JP って入れて、これはどっちでもいいんですけど、でセンドコンフィギュレーションって送ると、コンフィギュレーションsaved please reboot the device って出るんで、再起動すると、マイコンがですね、このマイコンちょっと見えないと思いますけど、こっちですね、こっちじゃなくてこれがもう Wi-Fi につながるわけです。で今日は3分クッキングのようにもうつないだものがもう一個用意してあって、でアプリケーションがすでに動いてます。それがですね、見せられるかな。デモ RB ってやつですね。これをなんか2つつないでるんでちょっと変な感じになっちゃいますね。いいや、こっちで見せましょう。こんな簡単なアプリケーションです。要するに温度を測って HTTPS クライアントでデータを1分ごとに送るっていう、簡単なアプリケーションです。それが今、さっきから動かし始めてたんで、こういうふうに1分ごとにログが出てて、それがさっき動かし始めたんでこの辺ですけど、温度は、ラズパイピコに載ってる温度センサーで、気温っていうよりはチップの温度を測ってるって感じだと思うんですけど、30何度ぐらいの温度がこうやって1分ごとに測られていて、つまり、MRuby がこのように簡単に IoT プラットフォームになるっていう状況になっています。つまりもうできちゃったっていうのを見せてるんですけど、で話はまだ続いて、これをどう作ってきたかって話ですね。で、どう作るかっていう書き方をしてますけど、何を作るかっていうと、ここにちょっと戻った方がいいのか、一番最後のところですね。プリエンプティブタスクスケジューリングっていうのが MRuby にはそういう機能がない、言語機能がなくて、マイコン用のアプリケーションにはこういうのがあった方がいいので、っていうかないと R2P2 が動かないので、それを作りましょうという話をします。プリエンプティブタスクスケジューリングっていうのはですね、割り込みによって平等に、CPU のリソースをタスクに割り振る、複数のタスクがパラレルに動くための仕組みですね。でつまりスレッドみたいなことです。CRubyでいうところの。で、ファイバーとはちょっと違うの。ファイバーは隣のファイバーに自分で譲るとかしないと制御譲れないですよね。多分そうだと思うんだけど、スレッドとかタスクと呼ばれるものは強制的に切り替わっていく。もちろん優先順位とかつけられるんだけど強制的に切り替わっていく、そういうものを作ることによって、OS ってプロセスとかスレッドで成り立ってるから分かると思うんですけど、 R2P2 みたいなちょっとした OS みたいなものを作るのにはああいうものが必要ですと。で MRuby はファイバー持ってるんで、もともとファイバーがあるんで、MRB コンテクストっていう構造体が中にあって、これが実行のコンテクストを一個一個保持してるんですよ。だからこれをちょっと流用させてもらって今回、タスクを実装することができました。できたのかな。
やってますっていう話です。でこれが雰囲気コードです。タスクスケジューリングの上下2つ分かれていて、上が何だろう、ハードウェア的にこんな無限ループが回ってると想像してください。Ruby っぽく書いてるけど別にこういうプログラムが実際にあるわけじゃないんですけど、無限ループが回ってて tick っていう数字をカウントアップします。で、今のタスクのタイムスライスをマイナス1します。でもしそれが0になったら10から始まってるんですけど、0になったらタスクスイッチしましょうねって MRuby の構造 MRuby ステートみたいな構造体に言ってあげる。で 1ミリ秒休むみたいなことがぐるぐる回ってるんで、10回これが回るとタスクが1個切り替わる。で、それとパラレルでこっち側が VM の、動作ですを雰囲気で表したもの、タスクの Q みたいなものが、アスクアレイみたいなものがあると思って、そういうタスクが突っ込まれてると想像してください。で、また無限ループを1個回して、これがタスクスケジューラーのループがこのレベルで、その中に VM ループが回っていて、 VM ループは、いわゆる普通の VM ループですね。1個ずつ命令列を取って実行してってやるんだけど、ここでスイッチがトゥルーになると10ミリ秒ごとにスイッチがトゥルーになると、これなんでこれピリオドじゃなきゃいけないですね。ここタイポ、そうするとブレイクして外に抜けるんで、ここのレベルに戻ってきてネクスト次のタスクを見つけてきて、それをまた実行するをぐるぐる繰り返すっていうのが動作モデルです。でそれをもうちょっと実際の実装に近い C 言語っぽい書き方にすると、ティックカウンターがこういう感じで1ミリ秒ごとにこれが呼ばれて、ティックが増えてタイムスライスを減らしてスイッチトゥルーにします。でこれがMRuby の元々の VM ループがこんなふうに書かれていると思ってください。別にこれも正しくない、そっくりそのままじゃないんですけど、無限ループが回ってて、1個命令列を取ってきて、その命令が何だろう、オペムーブだったら代入とかやります、なんとかってやって、OP ストップだったらリターンして最後の値を返しますみたいな、こういうループが回っているところをちょっとハックしてハックしたのがこの3行だと思ってください。タスクをスイッチしなきゃいけないとか、例外が起きてるだったらちょっと暫定的なんですけどニルを返すっていう形で、リターンするっていうような仕組みを、ここには1箇所だけ書いてあるけど実際には何箇所か、慎重にハックすると、動くようになると。でこれがその全体を表現したものですね。これがタスクのループです。一番外側のループがあって、ここが VM のループのエントリーポイントなんで、この中でぐるぐる回るんだけど10ミリ秒に1回ここから抜け出してきて、であとは MRBC と一緒なんですけど、タスクのステートを変えて割り込みを禁止してタスクを差し替えて割り込みをまた開始して、でまたここ戻るっていうのをぐるぐる回ればまた10ミリ秒ごと10ミリ秒出てくる、あるいはスリープ読んだりすると出てくるとかいう感じです。こういうふうに実装しました。で、こういうことをやると GC ともうまく付き合わなきゃいけないっていう別の問題が出てきます。いくつかコンテクスト MRB コンテクストのリストを持つようにちょっと改造していて、今ちょっとナイーブな実装なんでこれが最終的にマージされるかどうかは別として、こういうコンテクストのリストを全部ループで回して、そのコンテクストのを全部マークコンテクストっていう、要するに GC しないでねっていうトップレベルの扱いにするっていう、つまり MRuby の GC はインクリメンタル GC なんで何回か段階に分けてやるんですけど、そのルートスキャンフェーズ、一番最初のフェーズの中で、コンテクスト複数のコンテクストがいたらそいつらをマークするトップレベルとして扱うみたいなのが必要です。それをそういうことをやりました。でここからはもうひたすら労働なんですけど、R2P2 を動かすために C 拡張を持っているピコ Ruby ジェムがこのぐらいあるんですね。たくさんあるのですごい頑張って移植したっていう話です。MRuby の変更はこんなもん、今のところこんなもんで済んでますけど、ピコ Ruby 側が12000行とか5000行とかの膨大な作業をやってですね、AI が全然役に立たなくてほとんど手で書いてますよ。大変でした本当に。でめでたく動いた。
R2P2 は IRB も持ってるんですけど、 IRB に上がって Ruby エンジンっていう定数呼ぶと MRuby って返ってくるんですけど、これは MRuby バーチャルマシンが設定しているやつで、 MRuby/C だったらここに MRuby/C って出てくるし、 CRuby だったらここに単に Ruby って出てくる、こういう定数があるんですけど、動いてるよっていうのを示した絵です。で、動いたからラム消費量を測りたいっていうところに次は進みます。ついに動きました。で、ただ前の3年前とかのパソコン上で測ってた時、バルグリンドみたいなツールで測っていた時は、その glibc とかそういうものの仕組みの上でメモリ消費を測ってましたけど、今度もうマイコン上に来るんでバルグリンドみたいなのはないし、どうするかなって話があります。デフォルトアロケーターが MRuby は何も指定しないと、標準ライブラリ libc のパソコンだったら glibc とか、Mac だったらクランとかになるんですけど、今ターゲットにしてるのが ARM のマイコンなんですけど、 ARM のマイコンには newlib っていう標準ライブラリがあるんですけど、それの MRLOC とかDRLOC とかフリーとかを使うようになってます。で、その MRLOC のアルゴリズムは DLMRLOC だったり、で MRBC はビルトインの自前の組み込み用のアロケーターを持ってるんですね。そのアルゴリズムが2 level segregated fit っていうものなんですけど、要するにアルゴリズム全然違うし、比べられないし、そもそも libc のニューリブのアロケーターって、今どのぐらいメモリ使ってるかみたいなのを報告する機能がないので、比べようがないからアロケーターを作りました。それが、STOARLOC っていうピコルビースラー STOARLOC っていう見えるちっちゃいですけど、リポジトリで一般的に誰でも使えるので、アロケーターが欲しくなったら皆さんこれ使ってバグ報告してください。で、作ったって言っても実はそんなにすごい大したことはしてなくて、MRBC のビルトインアロケーターを、もらってきて API を外向けに整理して、オリジナルがね、4バイトアラインメントにしか対応してなかったんで、そこはちょっと改造してビルドをコンディションビルドで、コンディショナルビルドで4バイトアライメントか8バイトアライメントかを選べるようにして、汎用性を持たせたっていうことにものを作りました。で、よしやってみようと。ここもデモでやると本当はいいんだけど、多分失敗するからこのキャプチャで説明しますと、マイクロ Ruby の IRB に上がってちょっと一旦 GC させてもらって、ピコ RubyVM のメモリスタティスティックスっていうのを呼ぶと、今使ってるメモリが5716バイト使ってますっていうのが分かります。それからオブジェクトスペースが MRuby にあるんで、カウントオブジェクトってやるとフリーが2237オブジェクトあるんで、今使ってるメモリを比べたいというのは背景情報として、 MRBC は参照カウンタなんでフリーみたいな概念がなくて、使わないオブジェクトはもう即座に回収されるから、今使ってるのが本当に今使ってる数字が出てくるんですよ。ピコルビーの側のキャプチャーは載せてないですけど、なので比較のために空いてるオブジェクトの使ってるバイト数を引いてあげると、だいたい109キロバイト、R2P2 を立ち上げた状態で、これはもう Wi-Fi にはつないでます。つないでる状態で109キロバイト使ってるので、比べてみると109キロバイトですね、マイクロ Ruby が。で、ピコ Ruby は、当初49キロバイトなんですけど、さっき言ったようにプレシムっていうのがあるから、マイクロ Ruby はもう全部のバンドルしたジムがロードされた状態なんですよね。なので109キロバイトで、ピコ Ruby で、そこそこ R2P2 をいろいろ使うためのジムを適当に手作業でリクワイア、IRB の中でリクワイアしていくとメモリ消費量が増えていって78キロバイトなんで、だいたい30キロバイトくらい 30% くらいの差に縮まってきたので、蓮見金予想に照らすと感覚的な絵ですよ。これは厳密なものじゃないけど、だいたいこの辺の線のところに来てて、だいぶ近い予想を裏付け、今のところ裏付けていると言えるのではないかと思います。で、だからここまで来るにはもうちょっといろいろやる必要があるんだけど、例えばSQLite を動かして、シナトラを動かすとか、マイコン上で
そんなもの好きいますか？来年僕がやろうかな。やれば、まあ、この交わる点に来るんじゃないかなって思うんですね。現実的なところを考えると、ピコ W、ピコ2じゃない方のピコ W ラム264キロで、W なんで Wi-Fi BLE モジュールが載ってるやつだと、これ用にもちょっとね、メモリが取られるんで、マイクロ Ruby、今のマイクロ Ruby だとこれはちょっときついかもしれません。だからさっきからデモしてるのはピコ 2W で見せてるんですけど、十分全然実用の範囲に入ってると言えます。で、それをついさっき昼ご飯を食べながらリリースしました。おめでとうございます。なんですけど、まだ全然バグがあるので、なんかね、IRB をしばらく叩いてると、プリズムの中で落ちるバグがあって、ちょっと時間なくて全然調べられてないので、誰か直してください。まあ、とにかく乾杯はしていいんじゃないかと思うので、今夜誰か乾杯しましょう。まとめ。R2P2 マイクロ Ruby 上の R2P2 が、十分実用的な範囲のラム消費量で動くようになりました。で、皆さんももうすぐフルスペック Ruby って言ってるのはつまり MRuby の言語機能オブジェクト指向言語 Ruby としてのスペックは MRuby はフルスペックあるんで、それがマイコン上で皆さんも簡単に使えるようになる。スーンと書いてあるのはもうちょっとバグは直すために時間をくださいっていう意味ですが、もうやってもいいですよというところまで来ました。で、なんですがちょっと考えてみましょう。もしピコ Ruby にフレッシムのビルドの仕組みを入れたら、ピコ Ruby のグラフがもうこういうなだらかになって多分一生交わらないことになりますよね。もしこれ作ったら。でこれもし作るとしたら来年のトークタイトルは Make Pico Ruby Small Again に冗談です。こんな多分ねこれ開発の大変なんでやらないと思いますが、まあそんな話になるかなと思います。もう話はほとんど終わりで、Ruby アソシエーション様から開発助成50万円いただきまして全部ウクライナに寄付しました。自由にプログラミングできるって素晴らしいって思いますよね。そういう気持ちです。で、ありがとうございます。宣伝なんですけど、向こうの2階の本屋さんで、N 月間ラムダノート桃色のやつにですね、家庭の医学くんさんの記事と私の記事が載っていて、この後、サイン会直売サイン会があるんですけど、すいませんもう売り切れたらしいですので、売り切れていてサイン会がどういうことになるのかちょっと分かんないけど、とにかくあっちに行きます。で、合わせて Ruby で始める電子工作っていう本も売られてまして、これハチさんっていうなんかその辺にいると思うんですけどが書いたピコ Ruby でラジコンを作るって、去年の沖縄の Ruby 会議の LT で発表されたやつですよね。内容なんで、これもちょっと両方買ってくださいね。これはラムダノートの直販で買えばいいわけですね。送料無料で、これはまだ在庫があるんで両方買うことによって、理論編と実践編が揃うっていう形で大変ためになるとても良いものですので、ぜひ買ってください。もうちょっと時間あるのでこれについて話すと、ピコ Ruby そのものの中身を解説した記事じゃなくて、プログラミング言語が動くとどういうふうにいろんなものが作用していって、電気回路が動くのかとか、電気回路同士が情報を通信し合えるのはどういう仕組みになっているのかみたいなことが学べる記事になっていて、割とこういう記事今まであんまりないかったと思うし、僕が書いたんだけどラムダノートの鹿野さんの編集が素晴らしくて本当にいい記事なのでぜひ読んでほしいなと思います。あと家庭の医学軍さんのウェブアセンブリの記事もこれも絶対必読ですよ。というわけで発表終わります。ありがとうございました。